ニージャーニーの新スタイル、キュートスタイルの解説。目次です。1、新スタイル追加。2、キュートスタイルの使い方。3、キュートスタイルの特徴。4、スタイライズで調整する。5、キュートスタイルの背景。ニージャーニーバージョン5新スタイル絵柄変更パラメータの解説。絵柄スタイル追加アップデート。4月になりバージョン5が登場しましたが、4月9日、4月16日、4月23日に新しいスタイルが追加されました。デフォルトの絵柄と合わせると、スタイルが合計4種類もあるということですね。今回は新しく追加されたキュートスタイルについて解説、検証していきます。キュートスタイルの使い方。このスタイルを使うには、セッティングスでニージャーニーバージョン5を選択。次にキュートスタイルを選択で使用できます。また、その他の方法としては、半角スペース-2次、半角スペース5、半角スペース-スタイル、半角スペースキュートを呪文の最後につけても使用できます。/S を入力。セッティングスを選択。2次バージョン5を選択。キュートスタイルを選択。これで設定完了。あとは呪文を入力して生成していきます。キュートスタイルの作例。キュートスタイルで生成するとこんな感じに。かなり可愛くなりましたね。それでは作例を見ていきましょう。右上の方に呪文を載せています。キュートスタイルはこんな感じでかなり可愛らしい絵柄でイラストを生成できます。全体的に立体感があるうまい絵というよりは平面的でデザイン的なイラストが多いように思います。同じ呪文でもスタイルによって解釈が異なる点も面白いですね。キュートスタイルの4つの特徴。1、キュートアイスタイル。デフォルメがかなり効いており、目の位置がデフォルトより下がり、丸い顔になりやすくなります。幼い、可愛らしい顔になります。2、フラットシェーディング。デフォルトの絵柄と比べると、陰影が強調されておらず、平面的な表現になっています。デフォルメが効いていて、淡い感じで、ちょうどいい感じの塗りになっています。3、ネガティブスペース。構図に大きな余白の空間を取り入れられています。4、ストロングディテール。複雑なグラフィックのディテールを利用して、しっかりとした構図にしているようです。それではデフォルトとキュートスタイルを比較した作例を見ていきましょう。左がデフォルトスタイル、右がキュートスタイルになっています。右上に呪文を載せております。キュートスタイルはデフォルトと比べると子供っぽくなっています。頭身も低い絵が多いです。絵柄に関してはデフォルトよりばらつく感じです。だいぶ絵柄に差がありますね。スタイライズで強度を調整しよう。スタイライズでスタイルの影響度を調整することが可能です。スタイライズを使うにはパラメータ-S 数字で調整します。数字は0から1000の間で調整可能です。例えば、ガール、半角スペース、-S、半角スペース10という感じでプロンプトの後につけます。セッティングスでも調整可能です。スタイルローがスタイライズ50、スタイルメッドがスタイライズ100、これがデフォルトになります。スタイルハイがスタイライズ180、スタイルベリーハイがスタイライズ400といった具合にここでも調整可能です。だいぶ大まかな数字になりますが、こんな感じに調整できます。細かく調整したいなら
自分でパラメータを後ろにつける必要があります。それではスタイルの作例を見ていきましょう。こんな感じでスタイルの数字によって絵柄がどんどん変化しています。スタイライズ0から400までは10単位、スタイライズ400から1000までは50単位で変化させています。ラフ4枚で生成していますが、スタイルを変化させるとイラストの位置が変わることがあるので少し注意が必要だと思います。0から400まではかなり絵柄が変化しているのがわかります。400から1000まではほとんど変化していないようです。実際に使うには0から400まででいいかもしれません。こちらはアップスケールの変化です。やはり数字が大きくなっていくと変化の度合いが低くなっています。ほとんど誤差の範囲でしょう。小さい数字で調整した方がいいかもしれません。キュートスタイルの背景。次にキュートスタイルで背景を生成。アナログ感が強く平面的で幻想的な背景になりました。それでは作例を見ていきましょう。背景はこんな感じでかなり淡い感じです。水彩のようなアナログ感が強いですね。絵本やディフォルメが強い絵などと組み合わせたりなど使いどころは多くあると思います。最後に、今回は4月に登場したスタイル、キュートスタイルを紹介しました。他のスタイルと組み合わせて使うと、多くの絵柄を使い分けることができるようになっていると思います。キュートスタイルは可愛くてほんわかした世界観が生成できましたね。
独特の世界観を表現できますので、気に入った方は使ってみてはいかがでしょうか。ぜひ皆さんも色々と生成して試してみてくださいね。それでは今日はここまで。このようにこのチャンネルでは AI イラストについて発信しています。いいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。